皆さんこんにちは。コニファーなんて借り込んでおけばいいと思ってる方には見る価値もない動画かもしれませんが、茂った木を小さくしようとして闇雲にぶつ切りした後、その後の剪定がどうにもならなくなった方にとっては参考になる動画かもしれません。あるいはコニファーをむやみにぶつ切りするとどのような結末になるかを知るには参考になる動画かもしれません。動画の中で随所に出てくるのがこのような枝です。闇雲に切られた枝先から無数の芽が吹いてごちゃごちゃに固まっています。こうなってしまうともうこの塊ごと太いところで切り取るしかありません。葉っぱのないところでぶつ切りされた枝は枯れ枝となってそのまま木の中に残ります。枝先を剪定して透けてくると、この中の方にある枯れ枝が露出して見苦しくなるので、これも取らざるを得ません。剪定作業そのものよりも、こういった後始末の方がより時間がかかって面倒です。ここで切れば、ここ葉っぱ残してこう切れば、生き残るんですけど、ないところでね、ここで切っちゃうから枯れちゃうんですね。こうなっちゃうんですね。というわけで、今回の動画はちょっと愚痴っぽくなってしまうと思いますが、素人切りの後始末は植木や中瀬で作業がとても大変なんだということをちょっと分かっていただきたいなというのが私の本音です。もちろんこの現場は初めてで、私が手をかけてきた木ではないので、1日ではできないとお客様に説明して2日にわたって作業させていただきました。前編と後編に分けてお届けいたします。コニファーエレガンテシマが24本あります。したいのかな。9時10分。すごいな。どうしようかな。
じかな。これで7分。10分ぐらいかけられるのかな。これで10分ね。こうやっちゃってんだもんな。ちゃんと切ればいいのにな。とにかくこう芯がいっぱいで立ってくんだよね。針葉樹はね。その中から、芯の数を減らすというか、できれば1本にしたいんですね。これみんな芯になろうとしてるんですよね。10本ぐらいありますけど。こういうの。木の中心で芯になるものを探す。これとか、これとかですね。そうするとこれはもう芯じゃない方がいいんですよね。だから脇枝だけにしちゃう。ここからここから芯になろうとしてるわけですね。これが芯。こうね。なので、この脇枝が使えるんだったら、例えばこうやって、脇枝にもしできるんだったら、これを脇枝にして、この芯をなくす。これをなくす。だから、ここで切るってことですね。こうやって、芯をなくす。これも芯にしないので、なくしてもよければなくしちゃう。どこからなくそうか。ごちゃごちゃしてんのもみんなそうみたいですね。だから、このぐらいが残ればいいんでね。後ろは取っちゃいましょうかね。これ残して、こっちをなくしちゃう。ここからなくすってことですね。この辺の塊が全部なくなると思うんですね。これで、これがなくなると。これも一緒になくなるんでね。この辺ごちゃごちゃしてますんでね。こんななんで。で、これも芯になろうとしてますよね。こっちの枝だけ残して、こっちはなくしちゃいます。この芯はなくす。白いらない。これで、これも芯にしないので、外枝を残して、止めちゃいます。
無口になるね。これは死にするか。こっちはいらない。ここも邪魔だな。みんな切り残してるから大変だよ、あとがね。こっちを生かすんならこっちなくすよね。こっからなくしたいぐらいだよね。でもこっから切るとこれが残んないからね。後ろだけ切るか。こんなんされちゃうともう大変だよね。もういいな。これでほぼ1時間。1、2、3、4、5、6本の片側を1時間ってことは、1本10分かかってんだな、片側で。もうちょっとペース上げないとダメだな。ゴツゴツだね。うわ、動かない。どうなってんの。うわ。これはカレー。これは生かすか。
うやって残そうか。これ残せるか。中の汚いのが出てきちゃうんだよな。またこれか。もか。これもか。無理じゃん。
ここで立ち枝になっても困るね。外行ってる枝が切られちゃってるから、ここが。これまたすごいな。こっちにもあるのか。これは枯れてんのか全部。切り口が。今度は初雪かずらかよ。いや、あれ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 。参ったね。参ったね、こりゃ。芯はどれ？芯はどれかな。
後ろに芯持っていくか。これはいらない。よいしょ。これも芯じゃないな。これか。これも違うな。この辺だね。ちょっと高い。とすると、これは芯じゃない。これも芯じゃない。いいかい。ちょっとデブだね。
1日目の作業はこれで終わりです。エレガンティシマを24本表側だけ剪定しました。動画が長くなってしまいますので、2日目の模様は後編としてお伝えいたします。ご視聴ありがとうございました。